こんにちは。作ったもの動画のマイヤムです。今回はこちらのセリアさんで購入したニュッセという糸を使ってバッグを編んでいこうと思います。今回はこちらのカラーナンバー2番ですね。アクリル 100%、35g、65m、かぎ針の目安は 7.5 から 8mm と書いてあります。今回4玉準備していますが、実際に使用した玉数などはこの動画の説明欄に記載しておきますので、ぜひそちらから参考に見てみてください。ではまず楕円底を編んでいきます。楕円底の編み方は別の動画で詳しく説明していますので、今から言う情報と照らし合わせて編んでみてください。まず8号のかぎ針を使って作り目を20目編みます。1段目以降は7号のかぎ針に変えて9段目まで編みます。9段目の1周の目数は90目になります。編み方動画の中の丸印の数は18目になります。9段目まで編んで底幅は 21.5 センチで、まちは10センチほどになっています。では側面を編んでいきます。側面も7号のかぎ針で編んでいきます。今楕円底9段目の最後の目まで編んで1目目に引き抜いた状態です。ではまず1段目と2段目は細編みのみで編んでいこうと思います。まず立ち上がりを1目編みます。そしたらさっき引き抜いたこの1目目ですね。ここに針を入れて1目1回ずつ細編みを編んでいきます。で、今編んだこの1目目の頭にマーカーを入れておきます。次の目に針を入れて細編み、次の目に針を入れて細編み、このようにして1目1回ずつ細編みを編んでいきます。で、側面の1段目がどこか分かりやすいように、今編んだ1段目の細編みのこの足のところですね、何目目でもいいのでこんな感じでマーカーを入れておくと、分かりやすいと思います。こんな感じで最後の目まで編んできました。そしたらマーカーの入っている1目目に引き抜きます。そこを編む時と同じですね。1目目に針を入れて引き抜きます。これで1段目が編めたので2段目も同様にして細編みのみで編んでいきます。立ち上がり1目を編んで、さっき引き抜いたこの1目目からですね、針を入れて1目目の頭にマーカーをして1目1回ずつ細編みを編んでいきます。で、1周編んできた時も先ほどと同じですね。最後の目まで編んだら1目目に引き抜きます。こんな感じで2段目も同様にして編んできました。最後の目まで編んで1目目に引き抜いた状態ですね。では次3段目。3段目はテロップのカッコの中ですね。中長編み2目編み入れると1目飛ばす。これを繰り返して編んでいこうと思います。なんですが、はじめは立ち上がりを編まないといけないので、このテロップの前の方ですね。立ち上がり2と中長編み1目を編み入れる。これを合わせてカッコの中の中長編み2目編み入れる1回分としてカウントします。ではまず立ち上がりを2目編みます。1、2。そしたら立ち上がりの下から2目目にマーカーを入れておきます。
そしたら糸をかけて、この根元の目ですね、1目目のところ、ここに針を入れて中長編みを1目編み入れます。これで立ち上がりと今編んだ中長編み1目を合わせてカッコの中の中長編み2目編み入れる1回分としてカウントします。これとこれで1回分ですね。そしたら次の1目を飛ばして、その次の目にこのカッコの中を編んでいきます。ここですね。カッコの中、糸をかけて中長編みを1目、もう一度糸をかけて同じところに針を入れて中長編み2目目、これでカッコの中の中長編み2目編み入れました。そしたら次はここの1目を飛ばして、その次の目にまた中長編み2目を編み入れます。糸をかけて中長編みを1目、糸をかけてまた同じところに針を入れて中長編み2目目、中長編み2目編み入れたら、次の1目を飛ばします。でその次の目にまたカッコの中ですね、糸をかけて中長編み1目目、糸をかけてまた同じところに針を入れて中長編み2目目、次の1目を飛ばしてその次の目にまた中長編み2目を編み入れて編んでいきます。目数を数えるときはこの頭側を見てマーカーが入っているところが1目目になりますので、1,2,3,4,5,6,7,8というふうに数えていくといいと思います。でテロップを見て数えるときは1目飛ばすというところを省いて数えると全部で立ち上がりを含めて90目になります。カッコの中は中長編み2目編み入れるの、2目ですね。でかける44でまず88目ですね。で初めの立ち上がりが1目で中長編み1目編み入れるところが1目なので足して2なので、先ほどの88足す2をして90目になります。ちゃんと編めているか確認する場合は、まずはじめは立ち上がりと1目目に中長編みを1目編み入れているのを確認しますね。でこの次の目1目飛ばしていて、で次はカッコの中ですね。次の目に中長編みを2目編み入れていて、次の目1目飛ばしていて、また次の目に中長編み2目編み入れていて、次の1目を飛ばしていてという風に見ていくといいと思います。こんな感じで最後の目まで編んできました。最後の中長編み2目編み入れるところがここですね。でここの次が最後の1目飛ばす分ですね。でここの次のこの小さいのが前段の引き抜き編み目で、次のこことここが立ち上がりですね。最後の目まで編めたらマーカーの入っている立ち上がり下から2目目に引き抜きます。立ち上がり下から2目目のこの向こう側半目とここからつながるこの裏山を拾って引き抜きますね。
そして糸をかけて引き抜いたら側面3段目が編めました。ではここからは側面1段目から3段目までを繰り返して編んでいこうと思います。編み方は同じなんですが、側面4段目は前段が模様編みになっていますので説明しておきます。ではまず立ち上がりを1目編みます。そしたらさっき引き抜いたこの前段の立ち上がり下から2目目ですね。ここですね。ここに針を入れて1目目の細編みを編みます。そしたら次は前段の立ち上がりの次のこの中長編みの頭ですね。でここがですね小さくなっていて分かりづらい場合があるんですが、この前段の立ち上がりの次のこの中長編みの頭を探すといいですね。ここに針を入れて2目目の細編みを編みます。そしたら次からはこの頭の見え方がこの細編みの時と同じようになっていますので、1目1回ずつ細編みを編んでいきます。次はここですね。次はここですね。このようにして編んでいきます。こんな感じで最後の目まで編んできました。一番最後は前段のこの中長編みの一番最後の目の頭ですね。ここが前段の引き抜き編み目で、ここが立ち上がりですね。そしたらマーカーの入っている1目目に針を入れて引き抜いて4段目が編めました。こんな感じでですね、この側面の1段目から3段目までを繰り返して編んでいきます。今こんな感じなんですが、1玉目の糸が短くなってきたので次の糸につなぐ方法を説明します。まず細編みの段で説明します。次の目に針を入れて、まず細編みの途中まで編みます。針に糸が2本かかっている状態まで編めたら、この糸端を後ろに置いておきますね。そして次の糸を持ってきて押さえておきます。そしてこちらで引き抜きます。この後は今までと同様に編み進めていきます。でこの糸端2本はですね、私の場合は編みくるまずに全て本体が編み終えてから糸始末をすることにしています。なのでこのまま次の目に針を入れて、今までと同様に編み進めていきます。でここはですね緩くなっているので、この後ろでくくっておくといいと思います。次は中長編みの段で次の糸につなぐ方法ですね。糸をかけて次の目に針を入れて、まずこの状態ですね、針に糸が
3本かかっている状態まで編めたら、この糸端を手前から向こう側にかけます。でここ押さえておきますね。でここは糸端が短くなっている前提で置いておいて、で次の糸を持ってきて押さえておいて、こちらの糸で引き抜きます。でこの後は今までと同様に編み進めていきます。で中長編みの段の時も私の場合は糸端は編みくるまずに編んでいくので、ここはですね緩くなっているので、このようにくぐっておくといいと思います。こんな感じで側面の15段目まで編んできました。このマーカーが入っている段が側面の1段目なので、123456789101112131415段目ですね。1段目から3段目までのセットを、12345回繰り返して編んできました。ここで側面の高さを測ってみるとだいたい10センチほどになっています。で今回側面の高さはだいたい20センチぐらいかなと思っているので、今ちょうど半分のところまで編んだので、次の段からは6号針に変えて編んでいこうと思います。でなんで6号針に変えるかというと、このままですね7号針で編んでいってもいいんですが、少しだけこう側面の幅を狭くしようかなと思うので、かぎ針のサイズを小さいものにして編んでいこうと思います。16段目以降も編み方は同じなんですが、この6号に変えた段がどこか分かった方がいい場合は、この16段目の細編みの端のところにこのようにマーカーを入れておくといいと思います。こんな感じで側面の28段目まで編んできました。ここがかぎ針を6号に変えた段なので、側面の1から3段目をここから数えてですね、123、4回繰り返して、その次に細編みの段を1段編んでいます。なのでここが側面28段目ですね。今の時点で側面の高さはだいたい 18.5 センチほどになっています。で側面の高さはだいたい20センチぐらいかなと思っていたんですが、ここまで編んで全体を見た感じだとこのぐらいでちょうどいいかなと思うので、今回は次の段で引き抜き編みをして終わりにしようと思います。では側面29段目で引き抜き編みをしていきます。今この1目目に針を入れて引き抜き編みをしているので、その次の目からですね、2目目に針を入れて1目1回ずつ引き抜き編みをしていきます。で今編んだここの目にマーカーをしておきます。次の目に針を入れて引き抜き編みをしていきます。こんな感じで、マーカーを入れたところの、手前まで編んできました。この小さいのが1目目に、引き抜いた目ですね。ここまで編めたらチェーンつなぎをするので、糸端始末分だけ残してカットします。そしたらこのまま糸を引き出して
とじ針に通します。通したら、このマーカーの入っている引き抜き編み目にこのように針を入れます。でキュッと引っ張って、次は一番最後に編んだ目ですね。ここの目の向こう側半目を拾って、こんな感じで真ん中に針を入れます。でこのように引っ張ると綺麗につながるので、後ろで糸始末をします。でここはですね、緩いので後ろに糸を出してきたら、一度返し縫いをしておくといいと思います。返し縫いをする場所はどこでもいいと思います。ここまで通したので、ここで一回返し縫いをしておきます。そしたら表から見えないように裏で糸始末をしておきます。そしたら次の糸につないだところも同様に糸始末をしておきます。ちなみに、ニュッセの3玉目がこのぐらい余りました。では次に、こちらのセリアさんで購入したリトルバニーという糸を使って、蓋の部分を編んでいこうと思います。だいたいこの辺にですね、こんな感じで草原なしで編んで、このファーのですね、蓋をつけてアクセントにしようかなと思います。リトルバニーのカラーナンバー2番ですね。ポリエステル 95%、ナイロン 5%、25g で22メートル。かぎ針の目安は9号から7ミリとなっています。では今回は作り目も1段目以降も10号のかぎ針で編んでいこうと思います。ここは1目と数えないので次からですね。1、2、3と数えながら作り目を14目編んでいきます。14目編めたら立ち上がり1をして、細編みのみで1目1回ずつ編んでいきます。まず糸をかけて立ち上がり1目を編みます。そしたら、いつもでしたらこの裏側を見て真ん中の、裏山を拾って編んでいくんですが、この蓋の場合はファーヤーンなので、裏山がですねどれか分かりづらいんですよね。なので
こちらを見るとこの作り目の V が分かりやすいので、この V のですね、向こう側半目を拾って編んでいこうと思います。で、分からなければ、もうですね、とりあえず糸1本拾えてたらいいと思います。ワーヤーンなので毛足で隠れてですね、どこに針を入れているかは分かりづらいので、とりあえず1本拾えてたらいいと思います。で、さっき立ち上がり1目編んだので、次は、ここですね、一番端から2目目のところ、ここの V の向こう側半目を1本拾って細編みを編みます。で、今編んだところですね、今1段目を編んでいますが、折り返し2段目を編んできた時に最後の目が分かりやすいように、この1目目の頭にマーカーを入れておくといいかなと思います。そしたら、今1目目ここに針を入れて編んだので、次はここですね、この向こう側半目 V になっているところのここですね、ここに針を入れて細編みで、次の目ですね、針を入れて、でこの時にですね、針を入れた場所が分かりやすいように、こう入れた目のところ親指でこう押さえておくと分かりやすいかなと思います。今編んでいるところ、ここ押さえておいて細編みで、今ここ編んだので、次はここですね。で、親指で押さえておいて細編みで、次はここですね。次はここですね。というふうに細編みを14目編んでいきます。で、この目数の数え方はですね、こうして上から見てみると結構この芯のところが分かりやすいので、このマーカーが入っているところが1目目になりますので、ここですね、1234566というふうに数えていくといいと思います。14目目はここですね。これで1段目14目編めたので、また立ち上がり1をして細編みを14目編んでいきます。立ち上がり1目を編んで往復編みになりますので、編み地をこのように向きを変えて、一番端の目からですね、この根元のところですね、ここですね、2段目以降はこの細編みの頭をそっくり拾って編んでいきます。根元の目に針を入れて、細編みですね。で、1目目にマーカーを入れておくと分かりやすいですね。
今ここ編んだので、次はここですね。2目目、3目目、4目目という風にまた細編みを14目編んでいきます。13目目まで編んだら、最後はこのマーカーの入っているところですね。これで2段目が編めました。そしたら3段目以降も同様に、細編みを14目編んでいきます。立ち上がり1目を編んで編み地を返して1目1回ずつですね。細編みの頭をそっくり拾って細編みを14目編んでいきます。こんな感じで、1玉の最後本体に縫い留める分を、残してこのぐらい編んできました。サイズを測ってみると横幅が14センチで縦はだいたい20センチほどになっています。最終段の14目目まで編んだら、この糸端を輪にくぐらせて引き締めておきます。そして反対側のこの編み始めの糸をですね、この編み地の中に通して糸始末をしておきます。では次にこの蓋を縫い留める位置を決めたいので、こんな感じでマーカーで印をつけていきます。今回は楕円底で編んでいるので、この編み始めのところですね、この真ん中のところでこのようにまっすぐに折って本体をぺたんこにします。そしたらこのように、両サイドがわかるので、こんな感じでこの端のこちら側とこちら側に、1目ずつマーカーを入れます。そしたら今回は1周の目数が90目あるので、前と後ろで45目ずつに分けます。はじめにこちらにマーカーを入れたので、この前の部分はここのマーカーの目からですね、1、2、3、4、5と数えて45目目にマーカーを入れます。ここが45目目ですね。そしたら、次のここにもマーカーを入れます。で、ひっくり返したら、ここの目からここの目までが45目になっていることを確認します。次はここのマーカーですね。まず本体の入れ口幅を測ります。今回は27センチなので、ここの幅引くこの蓋の幅をします。バッグの本体の幅が27センチで、蓋の幅が14センチなので 27-14 をしたら13という数字が出ます。で、ここの長さを計算したいので割る2をしますね。そしたら 6.5 という数字が出ます。なのでこの端から
6.5 センチのところにまずマーカーを入れます。そしたらここのマーカーの目から今入れたマーカーが何目目に入っているかを数えます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 端から11目目にマーカーを入れていることが分かったので、こちら側とひっくり返してこちらとこちらも同様にこの端の目から11目目にマーカーを入れます。そしたらこんな感じでぴったり合うので、お好みの高さのところでこの蓋を縫い留めていきます。こんな感じでですね、蓋を縫い留める段のこの上に入れたマーカーの真下にですね、このようにマーカーを入れておくといいと思います。私の場合は、上の段から1,2,3,4,5,6,7段目にマーカーを入れました。そしたら、縫い方はですね、もうしっかり留まればいいので、やりやすい方法で縫い留めていきます。こんな感じで縫い留められたので、この糸端をですね、裏側に出して糸始末をしておきます。で、一度ですね、分かりにくいところでこんな感じで一回くくっておくといいと思います。あとこの縫い留めたところですね、このファーの毛足が中に入り込んでいるので、とじ針などを使ってこんな感じで引き出しておくといいと思います。こんな感じで完成しました。
今回はこの蓋の裏とこの辺にですね、マグネットホックをつけたかったんですが、一度試しにつけてみると、この蓋の部分の網目が大きいので、やっぱりこの穴からスポッと抜けてしまうので、今回は、カシ目のこの上の部分を飾りとして接着剤でつけました。で、代わりにですね、この本体の内側に縫い付けタイプのマグネットホックを縫い付けています。で、この両サイドのところに、少し大きめの D カンを縫い留めています。で、今回使っているこのショルダー紐は、セリアさんで購入したもので、こちらのパッケージのものですね。で、この縫い付けタイプのマグネットホックは楽天市場で購入したもので、とてもお安いんですが、すごく、見た目も綺麗ですし、しっかり留まるのでおすすめです。で、この縫い付けている糸はですね、手芸屋さんで購入したこの丈夫な糸というもので、手縫い糸ですね。こちらのベージュを使いました。で、こちらも、リンクを貼っておきますので、よければ見てみてください。あとこのファーの部分はですね、とじ針を使ってこの中に入り込んでいる毛足をこう引っ張り出したので、編み終わった時よりも、ふわふわしていると思います。では荷物がどれだけ入るかチェックですが、今回もですね、底幅が20センチ以上あるので、こんな感じで、長財布も入りますし、化粧ポーチ、ハンカチ、スマホ、あとポケットティッシュですね。で、隙間にアルコールスプレーも入ります。で、この状態で持ち上げてみると、こんな感じですね。ということで今回はセリアさんで購入したニュッセとリトルバニーを使ってバッグを編んでみました。とても可愛く仕上がるのでぜひ参考に編んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。